さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、またコメント欄に来ていたお悩みについてお答えしていきたいと思います。それがですね、足がうまく立体的に描けませんというお悩み。他にももう足が描けませんっていうシンプルなお悩みも結構来てるんだけど、わかるのよ、すごく。多分その人たちが言ってくれてる足がうまく立体的に描けないとか、足が棒みたいになってしまうみたいなお悩みって、多分ちょっと最初のね、まず絵を見てほしいんだけど、これまず S 君が今描いてる絵。まさかの S 君のイメージして描いた。うまいけどね。俺よりはるかにこれがうまいけど。このドラえもんやのび太体型を脱して、ようやく最近等身の絵が描けるようになってきたと。こっちの感じ。なるほど、ね。だけど、ここまでいけるようになったんだけど、どうしても足が今これ棒ね、こうなってしまっているっていう段階の人が結構いるんじゃないかなと思うんだよね。だからさらにこれを脱するための足をうまく描く方法を今日は説明していきたいと思います。なるほどね。そういうことだったのか。棒みたいな足。要は、ここまでのなんかこう足は描けてるんだけど、こっからさらにちょっと立体的にうまくちゃんと描きたいっていう。ようやく理解できたわ。今日の内容が。理解できた。ということで、早速やっていきましょう。はい。じゃあ、これを元に説明していきたいと思うんだけど、今現状、結構こう体の全体のバランスはもうよく取れてきてるんだけど、まあ足が棒になっちゃってるっていう。まあ棒になっちゃってるっていうのは、太ももの幅も、膝の幅も、ふくらはぎの幅も足首の幅も一定、同じ。なるほどね。これが今ちょっと良くないかなって思うんだよね。だから、これを変えていく意識を持つんだけど、じゃあいきなりどういう風に変えたらいいのって思うじゃん。だから、当たりの取り方のイメージを教えていきたいと思います。一番最初にね、まあ決めてほしいのは、まずこれ今スカートで見えてないけど、まあ、スカートの中にあるであろう、まず体のこのね、始まりをイメージして、足の始まりをイメージしてあげることと、この足の長さのちょうど大体半分ぐらいのところ、こことここ同じぐらいのところ、ここに膝が来るっていうイメージをまず持ってあげてほしい。膝が決めれないとなかなかこう足の形を立体的にしていくって難しいのね。だから足の膝がどこにあるか、足の付け根がどこにあるか、足首がどこにあるか、この3点をまずは先に意識をします。じゃあ今ここになんとなくざっくりね、棒になっちゃってる足を描きましたけど、まずここの足の付け根の部分。で、大体膝の部分。で、足首の位置っていうのを決めました。じゃあこれを立体的にしていきたいと思います。で、まず一番太くなるのがどこかっていうと、この太もものところね。だから、今自分が描いている線よりも、気持ちちょっと太めに始めてあげます。根元を。こんな感じで元よりちょっと線が太くなってるの分かるかな。で、膝に向かって細くしていきます。この丸に向かってちょっと細くしていきます。こんな感じ。で、膝っていうのはね、そこにね、ポコってお皿が出てるの。骨がね、自分の膝触ってみてもらうとわかるから。だからその膝を、今ちょっとこれ足のど真ん中に丸書いてるけど、外向いてるか内向いてるかで違うから、こっち側が外向きにして、ちょっとこっち向きが内向きにしてみるね。外股の場合、まず膝のぽっこりをここにちょっとイメージして書いて、がっつり書かなくて、ポコってこうイメージしてみるね。で、ここに向けて一回線を細めたら、もう一回今度は、外股だった場合、外側の線はこのまままっすぐ下ろしてきていいんだけど、もう反対側の内側を、そのふくらはぎの部分だね、もう一回ふっくらさせてあげる。確かにふくらはぎふっくりしてるもんね。ふっくらさせて、今度足首が今度ね、細くなるの一番ね。だから足首を細く向けて線を描いてあげる。なるほど。で、ここの足首の丸に向けて、あとは、まあ、足の今度先の描き方はちょっとまた別の動画とかでも紹介してるから、足の描き方、靴の描き方みたいな。ぜひそっちを見てほしいんだけども、まあ、そこに向けて、こう足の形を取ってあげる。で、今これの元の線をじゃあ消すとどんな風になってるかっていうと、こんな感じです。だいぶ棒よりも立体的になったのは分かる。確かに。で、内股の時、今度女の子とかがよくある足。内股の時っていうのは、今度は膝を内側に入れてあげて、で、同じような形でまたくるぶしをぽっこり描いてあげる。反対にするだけってことか。そうなんだよ。言うたれば。そう。で、足首を一番細めてあげて、ふくらはぎを膨らましてあげる。で、内股だから足先もこうやって内側に向けてあげる。ほんとだ。ちょっとこことここでね、今ちょっとこれ同じ人の足だと思うとちょっとバランス悪いけど、こうやって切れてるというイメージで見てもらえば OK かな。
こんな感じです。こうすることでさっきのこの棒よりもね、全然立体的なリアルな足が描けると思います。確かに。あとはここに細かいね、ディティールを足してってあげたらいいから、もし膝をしっかり描きたいなっていう人は、ここの膝にお皿があるから、ここにピッてこういう線入れてあげるといい。あ、例えばこっちが女子の足、こっちが男子の足だとすると、男子の場合結構しっかりめにこういうの入れてあげると。カクカクってイメージで、女子はあんまり入れない方がいい。可愛くなくなっちゃうから。っていう線を入れてあげたりとか、靴下をちょんってまっすぐ真横に引くんじゃなくて、ちゃんと円形に描いてあげる。こうまっすぐピッて入れる線、こうやってピッて入れちゃうと、あんま良くない例ね。大事なのはこういう形の線を引くことね。なるほどね。これがいいってことね。っていう感じですね。まあこっちも靴下。あとくるぶしソックスとかの場合はここら辺にこうやって靴下まあ靴下描くときだからまっすぐじゃなくて、こう丸みを帯びることはちょっとそれっぽく見えるっていうコツなんだ。で、洋服とか着てる時も先に事前にこれを書いておけば、この上に服を着せればいいから、なんとなく形がね、いつも描くズボンよりもバランスがよく描けたり、スカートよりもバランスがよく描けると思う。なるほどね。ということで、これ今ちょっと正面から見たイメージの足だったので、今度横から見たイメージいきたいと思います。最近ようやく横向きの体描けるようになりましたって言って描いた足。で、やっぱこれももう今棒状になってて残念だから、さっきと同じようなイメージで、まずは位置を決めてってあげます。太ももの付け根のところ、膝、くるぶしの位置を事前に決めておく。じゃあ今度なんだけど、今さ、すごくさ、直線でまっすぐ下に伸びてるじゃない、こうやって。でもね、横から見た時の足って、実際ほんと直線にはならないっていうのをまず覚えておいてほしくて。今ざっくりこれを拡大したバージョンね。どういう風にしていくかっていうと、まず、また絶対に大きくなるのが太ももです。横から見た時太くなってるぐらいのイメージで描いていい。これぐらいもうさっきより太くします。で、足の前側のももと後ろ側のももをさっき言った同じように膝まではまあ大体まっすぐ下ろしていきます。さっき言ったように膝に向けてこうすぼめるような形で下ろしていってください。で、膝まで来たら、膝はもちろんもう前向いてるよね。正面向いてるから、ここに膝をぽっこり描いてあげるんだけど、この後だよね。この線、もともとあったまっすぐな線を、じゃもう無視して、若干後ろに反るような形で線1本入れてください。で、今度そこからふくらはぎね、もっこりさせてあげて、足首を、この辺です。要は、ここが元のイメージしてたまっすぐだった足首。でも実際の足首はこの辺とか、なんだろうもうちょっと後ろになってもいいぐらい、後ろに向けて取ってあげる。こんな感じ。そうすることで、よりなんかこうリアルな足が描けるようになると思う。これ上半身のポーズとかによっては、さらに重心の取り方によってはもっと後ろに反ったり、逆に前に出たりみたいなことがあるんだけども、こんな感じ。まあ実際芯はこうまっすぐ通ってんのかもしれないんだけど、外の表面の皮膚をイメージするときは、こういってこういくみたいなイメージで足をかけるとすごく上手に横から見た足かけるようになると思う。ぽくなるっていう。なると思う。確かにぽいぽい。で、膝はもう前側に来る。ポコっていうのが前側に来る。で、反対側のふくらはぎが後ろ側に来る。これ横から見たときは基本もうどのポーズにしてもこのイメージで描けば OK です。これもちょっと難しいんだけど、これマスターすると横から見た人めっちゃうまく描けるようになると思うので、ぜひみんなやってみてください。まあ、あとは、あんまり使わないかもしれないけど、一応後ろから見たっていうのも簡単にお伝えしておきます。じゃあこれまず、ちょっと初心者さんやりがちな後ろから見た足。もう何が何だかわかんないけど。棒やけどな。まあでも実際今やっぱ棒になっちゃってる人は結構多いから、こういう感じで、まあ大体こうやって足のまず付け根をイメージしておきます。3点。で、それをこっちも先にイメージした上でどうやって描いていくかっていうと、後ろから見た時っていうのは、今までと違ってお尻があるんだよね。お尻が被ってきた上で、まずは太ももが太くて、膝に向かって細めていきます。で、今度膝まで行ったらもう一回線を膨らませて、ふくらはぎをふっくら描いてあげる。で、足首に向かってまた細めてあげます。なるほどね。で、あとは足を描いてあげれば OK です。こんな感じ。だいぶ横の線と違うの分かるかな。だいぶね、足っぽくなってる。そうだよね。こっちに向かって、こっちに向かって、あとこうもっこりさせて、もっこりさせるみたいな感じです。で、膝の裏に
も、もし線を入れるんだったら、なんかこういう形で線とか入れてあげると、後ろのね。膝裏っぽくなります。あと、なんかこう、足首のところは靴下で隠れちゃうことが多いからあんま書かないけど、なんかこう、筋っていうか剣みたいのがあるから、こういうの入れてあげたりとかすると、まあ、後ろから見てるっぽくなります。裸足だったら場合ね。そう。一番違うのは、後ろから見たときは膝がないから膝をかかないこと。膝のもっこりを。ポコっていうのをかかないようにすることっていうのと、やっぱお尻がもったり、ここについ出てくるよっていう、もったりした肉がここに1個ねっていうイメージを持ってあげてください。はい、ということで今回は足が立体的に描けないというお悩みについての回答でした。なんとなく分かったわ。最初よく分かんなかったけど、説明してもらって、なんか、ああ、そういうことね。そうだよね。ということでよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の柴田慎と。はい、エスクでした。バイバーイ。くーちゃん。